今回もタロットカードの物語です。ワンドのエースのカードの意味をもとに独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第27話スタートです。カード名ワンドのエース。結婚したら幸せになれる。誰もがそう信じて愛する人と新たな生活のスタートを切る。それは私も同じだった。私の育った環境はあまり喜べるようなものではなかった。というのも母は365日休むことのない主婦業を食わせているのだから当たり前だという考え方の父親のために文句も言わずにこなしていた。父親はとても横暴な人で働いてはくれるけれど帰ってくれば文句ばかり。父がにこやかにしている姿など見たことがなかった。そのため母はいつでも萎縮し、お父さんに怒られるからというのが口癖だった。子供なのだから騒いだり片付けができなかったりしてもある程度は多めに見てもらえてもいいはずが、我が家ではそんなことはなく、私ができないのは母の教育が悪いからだと罵られ殴られていた。さすがに子供の私を殴ることはしなかったが、それは小学校までの話で、中学に上がった途端、父の拳は容赦なく飛んでくるようになった。父は中卒で働きに出たため、かなり苦労をしていたらしく、ことあるごとに勉強しろと言っていた。大学くらい出ていなければ就職してもバカにされる。そう言って私に勉強を強いてきたのだ。父のご機嫌伺いのように勉強した私はそこそこの大学を卒業することができ、ある程度の企業に就職することもできた。就職さえしてしまえばこんな家から出られるという甘い考えもあった私は、就職を機に一人暮らしを計画したが、父にバレた途端に殴られた。理由は女が結婚前に一人暮らしなどしていいことがあるかというものだった。そのため私の次なる目標は結婚することとなった。結婚して家を出る以外にないと思った私は、合コンに出向いたり、知り合いに男性を紹介してくれるように頼んだり、あの手この手で婚活に勤しんだ。その甲斐あって結婚しようと言ってくれた人はいたが、父に合わせると全てが終わってしまうのだった。まるで父の結婚相手なのかと言いたくなるほど父の目は厳しく、しょっぱなから年収はどのくらいなのか、親は何をしているのか、貯金はいくらあるのか、大学はどこを出ているのかと次から次へと聞きまくるのだ。最初は結婚するのだからこのくらいは我慢ができると言ってくれる男性も、父の執拗な質問と横柄な態度のおかげで結婚後も義理とはいえ父親と認定することができないと言って別れていった。そういった経験を何度か重ねた私は結婚を諦め出していた。結婚して逃げたいと思っても結局は父のお眼鏡にかなう人でなければ許されない。けれどそんな人がいるとは思えない。もはや父は私を結婚させようなどと思っていないのではないかとさえ思うようになっていった。同期入社した同僚は次々に結婚し退職していく。男性社員も同様に結婚して指には結婚指輪が光っているのだ。しかし私の指には
結婚指輪どころかペアリングですら光ることはなかった。いつしか社内で私が古株となり、私のご機嫌を損ねたら仕事が回らないから気をつけろという風評まで流れる始末だ。新入社員はまず私に挨拶に来るようになり、中には私みたいにならないようにさっさと結婚しなくちゃと陰口を叩く者までいた。実際、独身のみそじ女が社内にいるのはよほどのことがない限り煙たがられるもので、私も煙たがられていたことは知っていた。ならばいっそ転職しようかと考えたこともあるが、意味もなく会社を辞めたことが父に分かったらどんな目に遭わされるかと思うと、想像して楽しむだけで行動に移すことなど到底できるものではなかった。年齢が重なり疲れも重なった私は、たまには一人酒でも楽しむかと小さな居酒屋に顔を出すことがあった。若い同僚と飲みに行けば必ず結婚の話になったり、目の前に座る若く輝いている姿を見ることに疲れる。家で飲みたくても両親の目がある。父に飲んでいることがバレると女のくせにと文句を言われ、最悪殴られるのは目に見えている。だからこそ一人で居酒屋に行くことが多くなっていたのだろう。あの日も昼間の憂さを晴らすため行きつけの居酒屋ののれんをくぐった。しばらく飲んでいると店内もにぎやかになり、テーブル席は満席状態となった。そうなると次に埋まり出すのはカウンター席だ。こうなることは分かっている私は、店に入った途端にカウンターの一番奥の席に座ることにしている。ここならば誰にも邪魔をされずに一人のんびりと楽しめると知っているからだ。大将につまみと酒を注文し、日本酒が喉を通る心地よさを感じながらのんびり酒を味わっていた時だった。ここいいですか？そう声をかけられて声の方を見るとスーツ姿の男性がいた。満席なのですいませんね。そう言って笑いかけてきた。こんなことはあまりないことだけに驚いたが、満席ならば仕方のないことだ。私はどうぞと言うと前を向き直った。ところが相手はよほど人懐っこい人なのか、私が一人であることを知るとやたらと話しかけてきたのだ。一人で居酒屋なんてかっこいいですね。そんなことを言われてもちっとも嬉しくはないが、話しかけられて返事をしないわけにもいかず、面倒だと思いながらも答えていると、相手は自己紹介を始めた。年齢的には私と変わらない。今は出張で関東にやってきたが、地元は九州なのだという。さっきまで接待で飲んでいたが、接待だと気を使うばかりで全く酔えないと言って笑っていた。こういう時は別れたら一人で居酒屋に入りたくなるんですよね。私の仕事は出張ということがないため、相手の話は興味深いものだった。どんな仕事をしていて、どんなところに出張に行くのか、ほとんどがクレームの処理らしく、胃に穴が開いたこともあるとか。私はどんどん彼の話にのめり込んでいった。気がつけばお互いに意気投合し、また出張の時は連絡してもいいかと聞かれた。私は久しぶりの出会いに喜んでと返事をすると、連絡先の交換をした。それからは頻繁に連絡し合うようになった。彼が出張してくることはあまりなかったが、それでも毎日のように LINE を通じて話していると、どんどんお互いの距離が縮んでいき、気がつけば彼は私の中にしっかりと住み着いていた。
お互いに気持ちが高まり、中間地点でデートすることもあった。そんな時は電車がどんなに速くても私の心を追い越すことはできないほどだった。こうして3年の月日が流れたある日のデートだった。夜の公園を散歩していた時だ。急に立ち止まった彼に気がついた私が振り返ると、彼はまっすぐ私の方を見てこう言ったのだった。俺と結婚してほしい。言われた時は結婚という言葉が頭に入ってこなくて、何を言っているのだろうと思ったが、徐々にその二文字が形となり、私の中に大きく広がっていった。ダメかな。ダメなはずなどない。できることなら彼と結婚したいと何度思ったことだろう。しかし父と会えばまた同じことを繰り返すだろう。だからこそそんな夢のようなことは考えないようにと自分に言い聞かせてきたのだ。だが私も30を超え、今回を逃したら二度と結婚などありえないだろう。いいえ、ダメだなんて、喜んで。嬉しくて声が震えていたように思う。ところが彼の話はこれで終わりではなかった。ありがとう。ただ一つ言っておかないとならないことがあるんだ。実は俺には前の妻が残していった娘がいる。小学6年の女の子だが、俺と結婚するということは娘の母親になるということなんだが、彼の奥さんが病気で亡くなったことは聞いていたが、子供がいることは初めて知った。奥さんがいて死に別れているのだから、子供がいることは考えなくても分かったようなものだが、なぜか私の中に子供という考えが浮かばなかったのだ。だがそれを聞いたからといって子供が障害になるとは思えなかった。きっと一緒に暮らせばうまくいく。どこからそんな自信が湧いてきたのかわからないが、私は彼に笑顔で答えていた。大丈夫。きっといいお母さんになれると思うわ。その後、両親に挨拶したいという彼の意向を断り、私は両親に結婚したい旨を報告するにとどめた。さすがにこの年になって結婚していない娘を不憫に思ったのか、今までのように頭ごなしに文句は言われなかったものの、相手に子供がいると知ると途端に雲行きは怪しくなった。母ならば分かってくれるかと思ったが、その母ですら顔を曇らせ、何も言わないどころか反対の意をあらわにした。そして父はみるみる間に顔を真っ赤にして怒鳴り始めたのだった。子供がいるような男のところに嫁に出すために育てたわけじゃない。第一、そんなやつと結婚してどうなると思ってるんだ。家政婦代わりにこき使われるのがオチだということがわからないのか。自分が母親をそうやって家政婦のように使ってきたからこその考えじゃないか。そうは思っても口にすることはできない。反論すればもっとややこしくなり、私が家を出た後、母がどんな目に遭わされるか。だからひたすら黙っていた。だが父の剣幕は収まることはなく、結局別れますと約束させられたのだった。しかし私だって若い頃のように何でも親の言いなりになるような年ではない。親の前では別れると約束はしたものの、私はすぐに退職届を書くと、翌日にはそれを提出し、会社を辞めることにした。彼にも事情を話し、すぐにでも彼のところへ行きたいことを告げた。すると彼は、結婚といっても再婚だし子供もいる。かわいそうだが結婚式はできないと思う。それでもいいならすぐにでもこっちにおいで。と言ってくれたのだった。
私はその言葉の通り、会社を退職した翌日に荷物をまとめて家を出た。長年住み慣れた私の部屋に別れを告げ、机の上に一枚のメモを残して第二の人生へと進み出したのだった。夜になっても私が帰宅しないことを知った両親は、私の部屋のメモを見て、私が彼のもとへと旅立ったことを知ることになるだろう。そのために悲しい思いをするかもしれない。しかしそれでも彼と一緒に暮らしたいと思ったのだった。彼の家は小さいながらも一軒家で、小さな庭もあった。家の中は亡くなった奥さんの趣味なのだろう。かわいい小物があちこちに置かれていて、奥さんの匂いが私を取り巻き、まるで私がこの家に入ることを拒んでいるように感じた。紹介された娘は夏に生まれたということで、夏美と言った。私は仲良くしてほしくて、お土産のブローチをプレゼントしたのだが、睨むような視線を投げられただけで、そのまま部屋にこもってしまった。これは一筋縄ではいかないかもしれない。そんな思いが湧いたものの、今さら帰る家などない。自分で決めたことなのだから、頑張るしかないのだと自分に言い聞かせた。その日の夜は、レストランで食事をしようということになったものの、夏美は彼を独占するように、彼と夏美にしかわからない話題ばかりを口にした。そして亡くなった母親がどれほど優しく素晴らしい人だったかを私に分からせようと、食事が終わるまで喋り続けた。翌日から彼の留守を守る主婦となった私は、朝食を作り彼を起こし、夏美を起こす。ところが朝食を見た途端に夏美の顔が険しくなった。何これ、朝はトーストとサラダなんだけど、味噌汁とご飯なんて朝から食べたいはずないでしょ。お父さん、うちはトーストだよね。そんな話は聞いていなかった私は、きっとご飯の方がいいだろうと軽い気持ちだったのだ。だが夏美は食事が違うと言って一口も口をつけずに登校していった。朝のこともあったので、夜は夏美の好きなものを作ってあげようと、何が食べたいのかと聞くと、いちいち聞かないとわからないの？お母さんは何も聞かなくてもちゃんと私の好きなものを作ってくれたわよ。と言われた。それじゃあ子供が好きそうなカレーライスにしたらいいのかと思っても、カレーライスなんだ。そう言って一口食べただけで残された。その理由はリンゴが入っていないからだった。それならリンゴを入れたらいいのかと思うと、今日の気分はキーマカレーだったのにという。そうして私の作る料理のすべてにケチをつけ、その都度亡き母のことを口にされた。一体どうしたらいいのかわからなくなっていた私は彼に相談することにしたが、彼はうまくやってくれというだけ。それどころか今まで残業ができなくて肩身が狭かった分、これからは思う存分仕事するから帰りは遅いと豪語されてしまった。そんな状態で1年が過ぎようとしていた時、彼の転勤が決まった。もともとが転勤の多い職場だったらしいが、奥さんが亡くなってからは子供のこともあり、転勤命令が出ることはなかったという。ところが結婚したことで、これで安心して転勤できるだろうということになったというのだ。夏美のこともあるから単身赴任になると思う。まさか結婚して1年だというのに、単身赴任など嫌だと思った。それどころか夏美と二人っきりの生活は子供を育てたことのない私にとって地獄じゃないか。ついていくわ。
転勤ならば家族が一緒に移動すれば済む話だと思ったのだ。ところが彼は夏美がもうすぐ中学に上がるのだからそれは無理だと言い出した。小学校からの友達がいる中学と全く知らない土地で始まる中学生活ではまるで違う。確かにその通りだとは思うが、では私はどうなるのだ。君は母親になったんだから夏美の面倒をしっかり見てほしい。僕はしっかり働いて夏美と君のために頑張るから。結局彼の気持ちを変えることのできなかった私は夏美と2人で暮らすこととなった。しかし彼のいなくなった生活はさらに夏美のわがままがエスカレートするばかりで悲惨なものとなった。ねえ、お小遣いちょうだいよ。月の初めに決められた小遣いを渡してはいるものの、夏美はそれでは足りないと言い出したのだ。お小遣いはあげたでしょ。それ以上はあげられないのよ。そう言うと夏美は私をなじり、ケチだとわめいた。それでも夏美の父親が決めたことだ。それを簡単に覆すわけにはいかない。頑として言うことを聞かない私をにらみつけた。睨まれてこれで諦めてくれるならばそれでいいと思ったが、なんと夏美は私が風呂に入っている間に財布から数千円を抜くという荒業に出たのだった。それが発覚すると泣いて騒いで自分は悪くないと言い張る。その他にも他人に迷惑をかけたり、学校をずる休みして悪い仲間とつるんでいたり、財布から抜き取ったお金で友達と遊び回っていた。深夜になっても帰ってこない夏美を心配していると警察から連絡が入るということもあった。だんだんと悪い方向に進んでいるようで不安になるが、注意しても言うことなんてまるで聞かない。それどころか彼に電話して私のことを悪く言う。そのため何も見ていない彼はすべて私が悪いのだろうと思い込み、電話越しに私を責める。いろいろな本を読み、知恵袋に相談したこともあった。電話相談窓口で相談したこともあった。言われたことは何でもやってみた。温かい料理を作って子供の帰りを待っていてあげてくださいと言われれば食べてもらえなくても作り続けたし、怒らずに話を聞いてあげてくださいと言えばどんなに遅く帰ってきても声をかけた。子供が帰ってくるまでひたすら待ち続け、一睡もせずに夜を明かしたことは数限りない。それでも何もうまくいかないのだ。私の顔を見れば睨み、声をかければ無視されるか罵られる。ご飯を食べるようにテーブルに料理を並べても、ひどい時には皿が床の上に投げつけられる。もうどうしようもない。誰か助けてほしい。私は母に電話することにした。母ならばきっといいアイデアがあるのではないかと思ったからだ。しかし母の口から出たのは、そうなると思ったという冷たい言葉だけだった。そして帰ってきなさいと続いた言葉。帰っていいのだろうか。帰った方が確かに楽だが、彼はどう思うだろう。しかし私は母親だ。何があろうと夏美の母親になると決めて結婚したのだ。疲れ果てた心を奮い起こして再度夏美に立ち向かおうとした時だった。久しぶりに夏美と顔を合わせた私は静かに夏美に言った。夏美ちゃん、中学生なんだから遅くまで遊んでいたらいけないわよ。こんなことを言ったらどんな反応が返ってくるかはよくわかっている。だが親なのだから何も言わないわけにはいかないじゃないか。はあ？あんた何様なわけ？
母親面してくれてるけど、あんたなんて家政婦としか思ってないんだからね。ああ、やっぱり、と思った。母親じゃないとか、家政婦だとか、そんな言葉が返ってくると思っていた。あんたはいいわよね。専業主婦ですって言ってれば、それで通るんだから。お父さんは一生懸命一人で働いてるのに。ほんと、こんな人と結婚したからさ。どうせ暇なんだから働けばいいじゃない。肉々しげに投げてくる言葉をなぜか冷めた頭で捉えていた。もう結婚した頃のように夏美のために頑張ろうなどという気持ちはどこにもないのかもしれない。それにしても確かに家にいるだけで夏美に振り回されているだけだ。それならばパートでもいいから仕事を探してみようか。そんな気になった私はすぐに仕事を探し始めた。だがそんな私を見た夏美は自分で働けと言っておきながら今度は真逆なことを言い出したのだ。やっぱりね、家にいてお父さんがいない分家を守らないとならないのに働くとか言って自分は好きなことをするつもりなんでしょう。そんなわけないでしょ。本当に暇な時間パートに出て少しでも。そこまで行った時、夏美が悲鳴のような叫びを上げ棚に駆け寄った。そこには小さな人形が並んでいたのだが、ほこりだらけだし、どれも何かのおまけのような安物ばかりだから不要品として処分し、今は観葉植物を並べているのだ。私としてはあんな人形よりもずっときれいになったと自負しているのだが、ここにあった人形はどうしたのよ。夏美は血相を変えて私に詰め寄ってきた。捨てたけどほこりだらけだったし、あれって何かのおまけでしょ。私がそう言うと夏美は私をにらみつけ怒鳴り出した。バカ！あれはお母さんと私が一緒に集めていたコレクションだったんだから。あと3個で全部集まるところだったけど、その前にお母さんが。そこまで言うと泣きながら部屋を出て行ってしまった。部屋に一人になった私は呆然と棚を眺めていた。そんなに大事なものならば自分の部屋にしまっておけばいいのにという思いと、ほこりだらけなんだから捨てたところで問題はないじゃないかという思いが渦になって湧いてきた。そしてざまあみろという悪感情。今まで私にひどいことをしてきたんだから、これくらいのことがあってもいいじゃないか。わざとじゃないんだし。そうは思っても、なぜか胸の奥を小さな針のようなもので刺されているような痛みを覚えた。その週末のことだ。久しぶりに彼が帰ってきた。帰ってきたと言っても、休みが明ければまた出かけてしまうことは分かっている。それでも久しぶりに見る彼に私は喜びを隠せずにいた。ところが家に入るなり、夏美は彼にすがりついて泣き叫んだのだ。お父さん、この女が私とお母さんの大事なコレクションを捨てたの。それにお父さんがいない間に好き放題してパートに出かけようって言ってるの。私がいるのが嫌なんだって。一緒にいたくないって言ってご飯だって作ってくれないんだから。もう嫌だよ。こんな女と一緒にいたくないよ。毎日辛いんだよ。あまりのことに呆然と見ているしかない私に彼は鋭い視線を投げてきた。どういうことだ。どういうって？夏美が言ってることだよ。君は夏美に何をしたんだ。この子の大事にしていたコレクションを捨てるとか何を考えているんだ。それは知らなかったから。ご飯を食べさせていないというのは本当のことなのか。そんなはずないでしょ。ちゃんと作ってるけど毎日帰ってこなかったり、帰りが遅かったりして食べないのは夏美ちゃんの方よ。
中学生の夏美がそんなに遅くまで遊んでいるはずがないだろう。君に任せておけば大丈夫だと思ったのに。この結婚は失敗だったのかもしれないな。最後の言葉はとても悔しそうに聞こえた。多分本心。私が必死に彼の留守を守ろうとして夏美のご機嫌を取ったり、夏美のためにと頑張ってきたのはすべて無駄だったということか。子供を愛せないような女に子供を預けておくことはできない。それどういうこと？夏美は俺の母親に面倒を見てもらうことにする。君とは今後のことを話し合おう。全面的に夏美ちゃんの言葉を信じるってこと？子供が嘘を言うはずはないからね。当の夏美はうすら笑いを浮かべて私を見ているというのに、彼は子供の言葉だけを信じて私のことなどまるで見てはいない。それどころか私が何を言おうと彼の耳には届いていないのだ。こんなに頑張ったのに、あれほど努力したのに、再婚ってこんなに大変なものなのか。連れ子がいるってこんなに。私の中で何かが切れたような音がした。もうやめようと誰かがささやいている。どんなに頑張っても結局は同じことだ。頑張るだけ無駄だ。どうせ何を言っても無駄ならば、信じてもらえずに離婚されるくらいならば、最後に思いの丈をぶつけてもいいじゃないか。私は顔を上げると二人に向かって声を発した。人の話も聞かずに勝手なことを言わないでよ。本当によく似た親子だね。夏美はね、私がこの家に来た時から私のことを嫌ってたのよ。だからあなたがいないところではひどい言いようだったんだからね。それなのにあなたは一度だって私の言葉を信じなかったじゃない。夏美、あんたもよ。中学生のくせに警察のお世話になるようなことをして恥ずかしいと思わないの？彼氏がいるから帰ってこないのは仕方がないとしても、なんで万引きまでしてるのよ。悪い友達とつるんでたらいつか自分が破滅するってわからないの？私はあんたに何を言われようと、あんたが無事に帰ってくることだけを祈って毎日待ってたのに、そんな私の気持ちを一つも理解しようともしないじゃないの。あんたは私に言ったよね。母親じゃないって。もちろんだよ。別に母親だと思われたくてやってるわけじゃないからね。母親じゃなくても心配するんだよ。そんなこともわからないのか。おい、夏美が警察って。彼は警察のお世話になったと聞いて顔面蒼白だ。だがもうこうなったら全部ぶちまけてやる。父親だって本当のことを知ってもいいはずだ。そうよ。万引きはするわ、補導はされるわ。それを引き取りに行くのは全部私。私が引き取りに行かなかったら豚箱で一晩過ごすことになってるんだからね。私がどれほどこのバカ娘のために頑張ってるかなんて全く知らないくせに、それでも離婚したいならどうぞ。もうごめんだよ。私だってこれ以上は嫌よ。まくし立てるだけまくし立てた私は最後に夏美に近づいた。あと一言言ってやりたいと思ったのだが、その時夏美がいつものように反撃してきたので、今まで遠慮していた言葉を口にして頬を叩いた。このバカ娘、目を覚ませ。痛い。おい、俺の娘にうるさい。仕事して単身赴任して父親放棄してるやつに言われたくない。なんで叩くなんて。夏美が涙を浮かべながら私を睨んだ時、私はなぜか夏美を抱きしめていた。バカ娘、どこまで心配かけたら気が済むんだよ。本当に心配してたんだからね。もう遠慮なんかしないから。離婚するまではあんたは私の娘なんだから。わかったか。
胸の中で暴れる夏美を力でねじ伏せるように抱きしめていた。こんな力が自分にあったことに驚きはしたが、これが火事場のクソ力なのかもしれない。これだけのことをしたんだから離婚は覚悟だし、夏美が今まで以上に私を嫌悪するのも当たり前だろう。それでもいい。それでも私は自分が思っている通りに行動することによって私の気持ちのすべてをぶつけたのだから。これで後悔することも思い残すこともない。ところがどうしたことか夏美の体から力が抜けたかと思ったら、私の胸に顔を埋めて泣き出したのだ。そして「ごめんなさい」と繰り返したのだった。私、お母さんに嫌われてると思ってた。夏美は結婚して1年なのに、父親が単身赴任して別居したのは自分のせいだというのだ。だからきっと私が夏美を邪魔だと思っているのだろうと。自分さえいなければ一緒に出張先についていけて、好きなお父さんと一緒にいられる。でも嫌われるのが怖くて、それなら自分から離れれば傷つかなくて済む。亡くなった母親のように大好きになれば別れがつらいけど、好きになる前に嫌われれば別れても捨てられても傷つくことはないだろう。そう考えたというのだ。それを聞いて、この子は母親の死をまだ克服できずにいるのだと思い知らされた。大好きだった母親を急に失い、その別れがあまりにも辛すぎて、もう母親を好きにならないと決めたのだろう。好きになれば別れが辛いから。初めて夏美の本心を聞いた私は、胸の中に刺さるような針が抜けるのを感じた。そういうことだったのか。私はこの子ともっと本気でぶつかり合うべきだったんだ。それをせずに他人行儀に遠慮ばかりしていたから、余計にこの子は怖かったんだ。あのあと離婚しますかと彼に聞いたが、彼が答える前に夏美がしないよと返事を返してくれた。あの一件以来、私たちは本当の親子になれたような気がする。相変わらず彼は単身赴任を続けているが、それもいいかもしれないと思えるようになった。だってそれだけ夏美との時間をたくさん作れるのだから。もうすぐ夏だ。夏美の生まれた夏がやってくる。今年の夏は夏美とどんな素敵な時間を過ごそうか、今からとても楽しみだ。いかがでしたでしょうか。このカードは希望に満ちたスタートや幕開けを暗示しています。誰からも理解されなかったり不可能に思われたりするかもしれない目標であっても、積極的に行動をしていれば必ず支持を得られたり飛躍へとつながることを伝えています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。